一番大きいトライアングルの体の位置に大アルカナのスターが来てる。トップはシックス・オブ・ソーズで、あなたがさらなるあなたの安住の地を目指して移動していくよっていう、メッセージが結構強くくるね。理想の投影、ひょっとすればあなたが見たい未来の絵をね、現象界に投影させ続けて生きてきてる。で、現実に投影したんだよ。あなたのね、そういう意識っていうのは、工事の世界にしっかりと到達して、また天からこの現世へ降りてきて、現実の世界としてあなたの前に現れている。だけれども、やや習慣化されてしまった幸せな遊びって言っていいのかな。その幸せな遊びがあなたを挑戦とさせ続けてるんだけど、現実に超自然的世界からのサインっていうのをあなたは受け取ってるんだけど、何か不安になり始めてる。そういうメッセージが来る。この業の山で、この業に女帝が来てます。で、これはあなただと思います。でね、あなたはあなたの恋人がこのナイトのペンタクルスなんだけど、あなたに大きなね利益をもたらしてくれる人、エース・オブ・ペンタクルス。このね、あなたの恋人が別の恋に芽生えてるんじゃないか。浮気とまでは言わないけれども、浮気心を起こしているんじゃないかと不安になってるよって。降りてくるよ。だけど現実には、あなたのお相手さんはあなたのことをね、キングのソーズしっかり見てます。もう離さないぞ。しっかりもうあなたをね、もう抱きしめて離さないっていうぐらいしっかりあなたのことを見てる。それでも、あなたの中にそういう疑念が生まれ始めてる。何なんだろうね。だから長らくずっとうまくいってた。何の問題もなく順風満帆にね、進んでいた。あなたは安住の地を求め続けてね、自分の心の平和を求め続けて、それが、達成され続けてた。これからもそのまま流れていくはずなのに、そのままのベクトルでいけばいいんだけれども、疑念が、新たなね、疑念っていうもの、ひょっとすればあなた自身が生み出してしまっている疑惑っていうのが、これから育ってくるよっていうね、メッセージが降りてくる。だからお相手さんはね、あなたのためにね、一生懸命頑張ってね、あなたに大きな恩恵をね、もたらすの。これ物質面の力強いんだけれども、物質そのものかもしれないね、ペンタクルだから。ちょっと愛情面が足りないかもしれないな、キングのソーズ。そう、だけど、あなたの要求がどんどん大きくなる。もしくはあなたが疑うことで、この方はね、天のロッズまで最終的には行っちゃう。もういっぱいいっぱいになっちゃって。
だからこの状況になると負の相乗効果でね、この方は本当に別の方に恋心、浮気心だったのが本当の恋心になっちゃうかもしれない。ど真ん中にはキングのワンドが来てて、やっぱりね、あなたに対して、ものすごく俺はそんなことないよって、お前一筋だよっていうねメッセージを送り続けてるよ。だけどあんまりあなたがこう詰めすぎると、この方、キングと来てるけど、この真ん中の三角だね、内在しているその天のロッズまで行っちゃう。それが出てるから。だからあなたの光と闇、あなたの知らないあなたっていうのは、あなたがずっとこれでいいと思ってた生き方の中に新たな闇が生み出される。その闇の中にあなたにとってはあなたが初めて見るあなたかもしれない。あなたの知らないあなたかもしれない。だけど もっと言えば、あなたの中にずっと眠っていた、そもそもなぜ幸せな遊びをやっていたのか、やらなくちゃいけなかったのか、そのカルマの元となるあなたのね一つの正体が現れてくるよって。でそれは闇のパートから来るあなたのその陰の側面なんだよね。でその疑念にこれからちょっと振り回されてしまうっていうメッセージが来てるから、そこをちょっと気をつけるといいかもしれない。だから簡単に言えば単なる倦怠期かもしれないよね。ずっと順風満帆に来てたけど倦怠期が訪れた。ただもうちょっと言うと、あるいは今世での魂の成長の課題をないがしろにしちゃってるんじゃないのかなっていうような、そのなんか根底から湧き上がるような深刻な不安へとね結びついていくよと、そんな風に降りてくるんだよね。なんつうかな、なんかダンスを踊りすぎたシンデレラ、うわーって気づいて、やばい踊りすぎちゃったってこう慌てふためいて、今までこう順調に流れてた機運っていうのがふわーってこう乱れる感じで、それが自分の中だけに収まりがつかなくなっちゃって、あなたにとって本当に大切な人をせっついちゃうよって。でするとお相手さんが困っちゃって、お相手さんがテンパっちゃう、そういう流れが見えるね。まさにちょっと深刻なのが来たね。秘密、まさに疑念だよね。不実とかね、そういうものだから本当になんかこう疑わしき行動があったかもしれないね、お相手さんが。あなたから見て、いやこれは黒だろっていうような、あなたのその思い違いだけじゃなくてさね、あなたが勝手にそう深掘りしすぎただけじゃなくて、本当になんか怪しい動きがあったかもしれないね。結構強く来てるよね。でお相手さんだけどね、懸命にあなたに弁解するっていうのが出てる。キングソーズ、キングローズと。ナイトのペンタクルスはちょっと浮気心の方に向いてるんだけど、この大きいトライアングルのさ、カルマの位置に来てる女帝にかかってるこの秘密とか疑惑とかね、不実、裏切りは、これは結構大きいかもしれないね。
こっちはね、やっぱメンタル面の動揺だよね。感情的になる。まあただ、ノスタルジーが入ってるから、もしね、本当にお相手さんがね、浮気してるとあらば、あなたがお相手さんとの間から、古き良きその関係性、良かった頃の関係性に思い出にとらわれるとも取れるかな。ね、その幸せな遊びっていうさ、そのポジティブシンキングだよね。ポジティブ、あらゆることをそのポジティブに還元してね、変換して考えようっていう考え方なんだけど、あなた自身が、この方が結構そのね、あなたに対して不貞を働いてることが黒だとしても、あなたがこう幸せな遊びをね、そこでも行使してしまう。そこは疑わなきゃいけないだろうっていうところで、あなたが現実逃避してしまうよっていうようなメッセージにも取れる。ただやっぱり、限りなくなんか強い、本当なんか疑惑があるよ、秘密があるよっていうのが来てるから、かなりやっぱり動揺はしてるんだよね。かなりかき乱されてるよって。体の位置にはやっぱりね、このスター、ダールカナのスターが来てるから、やっぱあなたのなんか理想を見るのかな。どっちが先に来てるかだよね。あなたの中に、倦怠感の中から生まれてくるようなさ、疑惑みたいなもの。あまりにも順風満帆に行き過ぎて、何か怖くなってくる。なんか怖いくらい幸せだみたいな。そんな中で生み出したこう、ね、疑惑が、やっぱり人って、互いの無意識に反応するじゃない。で、お相手さんに伝わって、お相手さんが、現実にね、ちょっとこう、ね、浮気心出してしまったような、そういう流れで何か悪いサイクルみたいなものを生み出してしまったかもしれないよね。だから本来だったらそんなに大ごとにはならなかったかもしれないんだけど、やっぱり今回なんか浮き上がってきたね。あなたの中に浮上してきた闇のパートが、作用してるかもしれないよね。ただね、最終的にはやっぱりまたね、ポジティブな意識に戻っていくっていうのは出てるから、で、あなた自身があなたにとっての心の平穏を取るよっていう、そのメッセージが強く来てるからね。勇気を持って踏み出せというメッセージで、しかもかなぐり捨ててだよね。一旦だからなんか今まで信じてきたもの、自分を守ってきたもの、ひょっとすれば自分の隠れ蓑となっていったようなものっていうのを全部脱ぎ捨てなきゃいけないかもしれないね。勇気を持って、踏み出せ。今まで持ってたベクトルの方向と同じだと思うよ。全くその別の方向へ飛ぶわけじゃなくて、今までのその力をさらにブーストかけてポンとまた飛び上がる感じ。だからあなたの今までの意識の持ち方っていうのは間違っちゃいないんだよね。だからやっぱり一過性の倦怠期の中で生まれてきた一つの疑念、あなたがその今まで得てきたその現実の世界っていうのはちゃんとあなたの想念の良質な部分が反映してあなたが引き寄せてきてるもんだよと。ただちょっとダンスを長く踊りすぎた中であなたの中に
闇の部分っていうのがちょっとうずき始めてしまったと。だからそのカルマの成長、今世におけるあなたの魂の切磋琢磨をないがしろに私はしてしまってるんじゃないか、こんな至れり尽くせりの人生でいいのか、あるいはそのなんかぬるま湯に使ってねふやけてしまうようなこんな日々でいいのかって、多分そこを超えていくことがあなたの課題かもしれないよね。だから今までの流れと全く別方向に飛んじゃうと良くないかもしれない。今までのこう流れっていうのを大切にして、そこから次の段階へ飛ぶっていう、そういうメッセージが来るよ。だからある意味全てを断捨離してその方向転換した方が踏ん切りがつくじゃない。今まで引きずってきたものを引きずりながらね、その時点で足かせとなってしまうものをつけながらそれをぶっ壊してボンって飛ぶっていう、同じ方向に。だから結構、勇気を持って飛ぶだけど本当に全身全霊の勇気が必要なんじゃないかな。ここで多分今までの自分を全否定しちゃったら多分あなたは闇落ちしてしまうかもしれないね。人を疑るだけの余生を送ってしまうかもしれない。今まで人を信じてきただけにね。だから使いようによってはさ、今回生み出された記念っていうのがあなたの豊かな未来、本当に豊かな未来、今までも豊かだったかもしれない。だけれども、それよりさらにね、充実した成熟した未来っていうものが得られるはずです。これは大きなね転機が来ますね。真ん中にドンとジャッジメント、決断の時、この人生における大きな決断、その上にはタワー、これ大きなトライアングルのトップだけど、今ある関係性っていうのはもう一旦ボーンって、ご破産になるね。だ多分この転機を読み間違えると、この内死にの状態、テンオブソーズでここに行き着くよっていうのが出てる。あなたとの光と闇、あなたの知らないあなたなんだけど、カルマにそうさせられてる、過去世からの影響がとても強いよっていうメッセージが来ます。このハーミットが、業の山のトップねのハーミットがこのタイの山のシックスオブカプスにしきりにエネジーをね送ってるんだよね。ここに意識を向けなさいって。これ今世一世のね関係性じゃないよって、このお相手さんと前生から引っ張ってきてるよって。あなたが今とっている行動、その行動から逆算される、道理から導き出される決断、さらにはその決断に
必ず至る思考パターン、顕在意識では忘れてしまう前章のあなたの想念の働きかけが強いんだよと降りてくるよ。前世でやり残した課題、前章のあなたが根性のあなたに達成させようとしている。なんかそう考えると、これあなたがお相手さんを討伐するのかもしれないね。ちょっと物騒だけども。ダールカナのね、このホイール・オブ・フォーチュン、これはもう抗うことができない大きな運気の流れだから。でこのジャッジメントに至っちゃうよって。でさらにはもう破綻する、ドーンと。このセブンのロッズで頑張ってるのはあなたじゃないかな、今の状況で。ひょっとすれば今現在本当は歩むべき道と違う方向性のベクトルの上に生きてるのかもしれない。だからそれがぶっ壊れて正しい道に乗れと、本当のあなたがやるべきことに向かえって言ってるのかもしれない。そのカルマというあなたのね、あなた自身が知らないあなた、忘れてしまったあなたの力が働いてる。あなたが今一緒にいるそのお相手さんと、宿陽でいう暗海の関係のようなさ、いわゆる腐れ縁のようなね、何世も超えてつながってるその間柄、因縁のお相手さんだとすると、今仮に幸せな状態であってもその状態を許さないというような負の原動力、エネルギーが働くかもしれないね。これはだけどちょっと変わったカードが来たけれども、平等性とかとてもね、なんか心配してるんだよね。このタワーの状況を心配してる。だけれども自然なことなんだよっていうメッセージかな。来るべくしてあなたたちが破綻するんだよって、なんかそんなメッセージに感じるね。だから逆の悪いカードではないと思うんだけど、なんか逆の意味で怖い。今ある状況とか、もしくは本当に人物かもしれないね、お相手さんという、そのあなたの、今一緒にいる方、その状況っていうのは大きく変わるよっていうね。だからそんなに驚かないでって、それは政府の法則がね働いてるだけだよって、これでプラマイゼロになるだけだよっていうねメッセージが来る。こっちはだけどどうなんだろうね。本当なんか笑顔、喜び、シックス・オブ・ワンズにかかってるからね。これは光の側のあなたかもしれないよね。何言ってんのと、私は今この方との関係性楽しんでんのよって。
あるいはこの10オブソーズにかかってるとすると、やっぱりこの因縁のお相手さんをね、まあ復讐を遂げるというのかな、叩き潰すことに、何って感じ、それが私の、望むところよっていうような、そんな怖さも感じるよね。しかしまあどちらにせよちょっとやっぱりね、物騒だよね。まああなたがこうなっちゃうのももちろんなんだけども、お相手さんをねここまで叩き潰すっていうのもね、まあただ本当にね、大きな超然的なね力が働いて、このサイクルは、この流れっていうのは逆らうことができないっていうメッセージがあるからね。このセブンのロッズなんか見るとさ、嫌だってこの方との関係を保ちたいっていうメッセージが来るんだけど、おそらくね終わっちゃうんじゃないかな、ここまで強く出てると。自身のね心の奥底から湧き上がる声に耳を傾けることかな。あるいは自然の向こうに、もしくはただ重なるように存在している超然的世界の実在、その世界からのサインに意識を集中させること。デジャブのように、懐かしい日差しのようにね、木漏れ日のように、奥の間の昼下がりのさ、空間に滞留する塵や埃のリズムに心を許すといい。あなたのね、霊的正体であるあなたの知らないあなた、ややこしいね。緩やかに必要な場数を踏みつつ、リンクするように光と闇が合致して、穏やかになっていく。ジャッジメントタワー10オブソーズって来ててまあ穏やかになるのかってまあね思っちゃうかもしれないけど、まあこの2枚のカードに関してはね決して悪くないんだよ。逆手で読むとちょっと不気味に感じるけど、だからよく読めばそうだよね。なんか闇を恐れるなって、なんでこんな風に私行動しちゃうんだろうなとかさ、なんでこんな思いになるんだろうとか、この人に対する何この湧き上がる思いとか、そういうのを恐れないでって言ってんだよね。ちょっとなんかオープンマインドして、自分の中で受け入れてやると、なんか流れが変わるんじゃないかな。まああるいはここまで行っちゃえば今世で、この方との因縁っていうのは終わると思う。だけどなんかここまではっきり出てくると、なんか回避の仕方もやっぱり考えたくなっちゃうね。来ちゃったぜ、孤高のライオンさん。無敵無双、揺るがない、スーパーマリオでいうとキノコ食った時のなんか無敵モードだよね。ちょっと待って、このね下にセブンのロッズがあるんだよね。俺は負けないぞ、なんかそんなメッセージにも感じる。もしあなたがねお相手さんに討伐の意識を持っているとすれば、お相手さんがあなたに何か、気持ちがあるかもしれないね。そうじゃないんだって、
俺たちはこの今世のね、俺たちなわけじゃない。だからそんな前生の自分たちの持ってるカルマに翻弄なんかされたくないんだっていうようなね、抗うメッセージを感じるよね。うふふふって、そんなの許さないわって。前生のね、無念今世で晴らさせてもらうわよって、なんか怖いんだけど、なんかちょっとそんな感じもするな。なんか今世での愛が無双すると取りたいけど、どうかな。このタワーがやはり揺るがないっていうのが、成功法の読み方かもしれないね。ともかくね、あなたはそのね、闇の力に恐れないことだね。あなたが理解できない、あなたに働きかけている力に恐れないでっていうメッセージが来てるから。大きなもう人生のね、もうサイクルの中で起こらざるを得ない、通らざるを得ない、もう負のイベントだと思って、ここまで言っちゃえば完全に悪縁は立てるんじゃないかな。いいですね。真ん中のこのページの想像の方が迷ってるよね。あなたのことをつかみきれない、あるいは疑い始めてるのかもしれない。この Two of Pentacles と Two of Swords が2つ来てて、現状はうまく取り持ってるんだけど、やっぱり何かを隠してる。ピエロを演じてるような状態にあなたがなってるかもしれないね。ただね、大きなトライアングルの体にはキングのカップが来てるから、あなたのことを絶大に愛してくれる人が待ってるよっていうのは出てる。この5の山で言うと、この5のペンタクルス、一旦価値を見失う。互いが互いの、互いが互いにこう向き合えなくなって、真実が見えなくなる。で、それから随分癒えてるはずなのよ、フォーブソーズで。あなたは自分自身を癒して英気を養った。それでも、このセブンオブソーズ、何か後ろめたいとこがあるよっていうのが出てるよね。囚われてる。で、こっちの5のロツもそうなんだけど、なんかこう渦中にいる。仮想の争いの中にいる。あなたはね、自分を卑下することで意識のバランスを取るんじゃないかな。そしてさらに言えば、そんな季節を終えようとしてる。
闇の部分と光の部分が反転して久しいんだよ。闇、自分の弱さ、自分のその汚いその世界、自分が隠し持ってる。これ誰しもあるんだよ。だけど叩けば埃が出る。誰だってすねにね、傷の一つや二つある。聖人君子じゃないんだから。その自分を隠していた側面っていう、自分がその見せたくない、人に見られたくないっていう隠していた側面、そうを隠さないこと、見せることを恐れないこと、闇を光にさらすことで、闇は光の粒子をふんだんに含んでね、あなたの闇の部分っていうのはしっかりと善へとね、悪は善へと昇華されているよっていうメッセージが来るよ。それでも何か後ろめたい、何かこうあなたがピエロチックな動機を演じなきゃいけないような、十分に自分の弱さとかさ、ダメな部分とか認めてんのよ。ある意味それを認めることがあなたのプロテクター、あなたを守るそのシェルターになってるのかもしれないよね。だからこの若いページの想像の人が迷っちゃってるよ。あなたを捉えることに。あなたの光と闇、あなたの知らないあなたっていうのは、あなたの悪しき部分、闇のパートのあなたを今も自分のダメなとこなんだって定着させてしまっていること、固定させてしまっているところかもしれないよね。あなたの心の闇があなたにとっての一つの居心地となってしまってるのかな。ノスタルジアやメルヘン、浸かりすぎるとやがてニヒリズムへと変容してしまう。あなたは確実に成長してんのよ。そんなあなたが引き寄せる新たな人々や環境を受け入れること、じゃないかな。だからあなたの知らない闇のパート、知らないあなたっていうのをあなたは知ってるんだけれども、その知らないあなたとあなたが顕在意識で同質化しちゃってんじゃないかな。同化しちゃってる。だから重ねすることで見えなくなっちゃってる。そんなメッセージが降りてくるね。パッション、デザイア、セクシャリティ、これはどうだろうね。ちょっとあなたが現行のお相手さんとの関係に行き詰まる中で二股かけちゃってんのかな。かなりやっぱり強い情動、愛欲と言っていいかもしれないな。そういうものに駆られてるというのが出てるね。で一方こっちは、クリエーション、新たなその扉を開けなさいって、あなたその鍵穴見えてるでしょって、この鍵穴にあなたが手にしている鍵を差し込めば世界は大きく開けるよと、このキングのカップの存在っていうのが待ってるんじゃないかな。
ダブルでこのあなたがちょっとね同居を演じてしまってるっていうのがあるからね。であなたの現行のお相手様は全く気づいてないかもしれないよね。これはちょっとやっぱり後ろめたい気分になるよね、やっぱりね。このセブンのソーズ。あなたがとても傷ついていた時にあなたに寄り添ってくれた人、あなたのことを心配してくれた人、その方にはひょっとすれば性的な魅力を感じていなかった。だけどその時とても優しくしてくれたから、あなたは一緒にいなくている、あなたは一緒にいた。もしくはいなくてはいけなかった。その時のあなたにとっては必要だった存在だけど、やっぱり男としては見れなかったのかもしれないよね。それでこのような情念というのが湧き上がってきて、そういう季節をもう終えてるんだよ、あなた自身。傷はもう癒えてるんだよ。この4のソードで英気を十分に養って次のステータスに上がらなきゃいけない。だけどこのあなたより目下のね、あなたにとって愛おしい存在だと思う。この方の前ではあなたはひょっとすればね、傷ついた、人物像を演じ続けなきゃいけなかったんじゃないかな。だからこのいわゆるちょっとおどろおどろしいぐらいのね、男と女のこう愛欲のパワーみたいなもの、それを解禁することができなかったんじゃないかな。だからこっちは強く言ってるよね、こっちのカードは。開けなさいと。鍵は持ってるでしょうと。ドアも分かってる。開くべきドアも分かってるはず。その先にはキングのカップ。次のステータスであなたが出会う人がいるよと。そんな感じがするな。あなたの知らないあなたにあなたが同化しすぎたんじゃないかな。長らく。それをいまだに演じ続けてるから、いよいよ分からなくなってくる。あなたが同化してしまった闇のパートのね、あなた、もう一人のあなただね、はもう忘れるべき友人なんだよね。振り返らないことだと思う。最後チャームな親父が出てきたね。湖でプカプカ浮かんで、この彼のメッセージっていうのはね、もう自由になれ、気ままに行こうよって。人生一回こっきり急ぐ必要ねえよっていうようなね、ちょっと唯物主義的だけど、ただ使ってる湖はね、とても霊的な力を感じるよね。分かってるんだよ。分かってて、そんな風にぶっきらぼうに振る舞ってんのかな。ちょっと重く考えすぎてるかもしれないね、あなた自身。だから小悪魔を演じすぎた。そんな風に言ってもいいのかな。そう、デビル、こう悪魔を演じすぎたっていうか、自分のその闇のパート、そう傷ついた自分、羽をもがれたルシファー、なんかそのサイドでちょっとやっぱり演じすぎたのかもしれないね。だけどこのねページのソーズのさ、このカードってなんか情報収集とかさ、まだ情報不足っていうようなカードなんだけど、ただとてもなんか誠実な感じがするよね。なんかあなたがどうしてもこの方の前で演ずるべき姿っていうものを演じ続けなきゃいけないって思わせるような、なんか誠実な
波動っていうのは伝わるよね。一方どうこっちのおっちゃんは。そんなこと気にすんなよって。もっと気楽に行こうぜって。肩の力抜こうぜって言ってるよ。そうだな。まあこのね、その時の流れに乗っかっていけば、まああなたがね、ずっと演じ続けてたあなたの闇のパートのあなた、まああなたの友人だよね。同化した。もうその友人とは会うことはない。もう過去の人になる。あなたは成長しています。